すげえ。初めてキャンバスに絵描く。じゃあもう早速。はい。そう、今日これキャンバスって言って、油絵なんかで、よく見る。で裏側見るとこうなってるんだっていうのが分かって、木枠、に麻の布、が貼ってあって、でその布に白い塗料が塗ってあるものが、キャンバスっていうもの、でこうバシッと貼ってあるんだけれども、まだちょっと少したるんでいるので、これをさらにピーンと貼ってあげた方が描きやすいから、そういう時に水をちょっと今奈々さんこれ触っといて、こんな感じ今、ここのちょっと当たる感じがあったと思う。で、確かに。そうでここピシッとこうやって、ただかけるだけ。でこんな感じ。で触ってもらう。すごーい本当や、全然違う。全然違うわ。気分いいでしょ。気分いいですね。よし、じゃあ書いてもらおう。ピンピン。じゃあ早速、もう奈々さんアイデアがあると思うから、まず何も言わないから、そこに鉛筆があるから、で間違ったら消しゴムも渡すんで、まずはこう書いてこう。了解です。ラフに書いてっちゃって大丈夫。はい。じゃあスタートします。オッケー。マジ大きいの。そうでかい。主人公どんぐらいにしようかなとかね。そうですね。一旦ね。奈々さんこう線描くの上手だから、例えば貝をもう例えば顔とか、で体こんぐらいみたいな感じで、結構バランスをバランスを結構ラフな、なんかいいですね。いいよね。こんな感じみたいな。で描いてからいつも通りの細かい線を描いていけば大丈夫。確かに全体像が全体像を把握して書いていくと良い。良さそう。良さげ？イメージ。じゃあぐいぐいディテール書いていっちゃいましょう。思ったより大きく書いていいかもな。意外とね、一回書いてみると余白が結構余るから。でこの時に消しゴムなんでもいいんだけど、練りゴムブチってちぎって、自分の好きな大きさにちぎって。
よし。で、で修正しておこう。でもこうしていいんですか？そうそう、もちろんもちろん。で消しカス出たらそれでパチパチってこう取ってあげれば。どうですか？可愛い。いいと思うよ。いい感じですか？いい感じいい感じ。で、アイデアスケッチの時のスケッチとあと今描いてるこの下書きを見比べた時に、意外とその初め自分のアイデア出した時のものと今描いたのだとちょっと違うと思うんだ。そうですね。で、これでいいかな、どっちが本当は良かったかなっていうのを少し見比べてみると、せっかくだからよくって、例えばじゃあアイデアスケッチとちょっと見比べながら、相談って感じなんだけれども、例えばこの主人公のこの頭の大きさ、アイデアスケッチのこの方がちょっと大きい感じ。そうですね。なんか本当に男の子みたいな感じで、こっちはこっちでシュッとこう小顔だから少しこう成長した感じになるんだけども、どっちが良い？コンセプト的には。なんかこっちの頭の形のなんか面長にしたくてちょっと横だったんですけど。なるほどね。うわ、どうしようかな。そうそうそう。ちょっとね、ここせっかく顔だし、そう例えばこの面長の感じで少し拡大するのももちろんありだし、そうでもこのシュッとした感じも可愛いしね。どうしましょうって。どうしようかな。でもいいかもこれで。こんぐらいにしとこう。確かに結構がたいよさげですね。そう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 。かっこいいよね。かっこいい感じですね。男の子って。そうそうそう。ちょっと気持ちね、手と足今の感じで少し大きめにしとくと、そうそうガシッとした男の子って感じ出るからいいかも。普通ってこんぐらいですかね。結構ね、こういう時
イラストとかでそう靴を大きく描くって可愛いよね。うん。ちょっと大きめにしようか。そうそうそう。でアウトラインが決まったら、はい、例えば靴のもうちょっと細かいデザインとか、どんどん描いていっちゃって大丈夫だからね。はい。良さそう。大体のイメージはこんな感じです。OK です。はい。じゃあ早速ちょっと絵の具に、はい、使ってお願いします。使って、描いていきましょうかね。今日使うのはアクリル絵の具。アクリル絵の具、っていうもので、水で溶いて小学校の時みたいに使えるんだけれども、一回乾いてしまうと水で溶けなくなる。なんで作品として長持ちするんで、こういう大事な作品の時におすすめ。OK。じゃあそしたら今日いろんな色があるんだけれども、奈良さん結構描けると思う。今までイラストとか描いてきたんで、そうですね。せっかくなんでちょっと初めにこの色だけしか使わないって決めちゃう。であとは混ぜて作る。そうで、カラーミキシング、混色を覚えておくと、このあと自分でもっとたくさん作品作る時に、知っとくと便利だから、今日はそれを、カラーミキシングやりながらやっていこうかなと思います。この色しか使わないんですね。そう、あとはね作れちゃう。まず今この下書きをしたので、このアウトラインをまずは初めに薄いグレー、で細い筆を使って描いていくから、使いたい筆、まずピックアップして、もう一つ、混ぜるための筆、混ぜる時はこう大きい方がおすすめ。これでビリッとつけて、グレーだね。好きに白から。そうベジョって取ってきて、でここで混ぜるんですか？ここで大丈夫だよ。ありがとう。そうで黒強いから黒ちょっとでね、最初そのぐらいからスタートしよう。でグリグリグリってやってって、であとはこれつる首っていうんだけれども、これで自分の好きな硬さになるまで描きやすい、形にな硬さになるまで微調整。描きやすそう。いい感じですね。いい感じ。じゃあそれ今作って大丈夫。ぼちゃって入れっぱなしで大丈夫。じゃあ細い筆使って描いてこう。せっかくだからそうね。オッケー。そうバッチ。この持ち方。その持ち方。グレーで描くといいんですね。そう。なんでかっていうと、なんか聞いたことあるかもしれないし、小学校とか学校で絵の具使った時に記憶があるかもしれないんだけれども、全色混ぜるとさグレーになるじゃない。そうなんですか？黒じゃないんですか？そう、実は黒ではないんだよ。なんかね、ちょっと厳密に言うと緑がかったよくわかんないグレーになるんだけれども、ってことはグレーってどの色にも合うってこと？そうなんや。だから出発はグレーから始めると結構便利。そうなんですね。黒だと目立っちゃうしね、白だと見えないしみたいな。グレーコーデめっちゃしちゃうもんな、服で。あら何にでも合うってことですね。そうどんな色とも仲良しだからね。グ
グレーは。そうなんだ。うん。一応もう全部なぞるって感じですか？うん、お願いします。これは一回グレーを塗った後に色を入れてもう一回黒を入れるってことですか？そうで、多分ねその時にここはむしろアウトラインいらないかもってなるかもしれないんだよね。それも見越して一回グレーでそう場所取りだけしとくと、その場合ってちゃんとグレーって見えないんですか？あ、そっか、上に重ねてるから。そうで同化しやすいからね。黒の上になんか塗るってなったらちょっとやっぱ無理があるんですか？できなくはないんだけれども、そこだけのが熱くなっちゃうとか、そうボコってしちゃう。そういうことか。なんか、今年入って、なんかお母さんと2人でイタリアに行ったんですけど、その時になんか美術館とか行って、めっちゃ面白くて、なんかなんかガイドさんみたいな方になんか教えてもらいながら、なんかこの絵の経緯みたいなのを教えてもらいながら行ったんですけど、めちゃめちゃ面白くて、いろんなものが隠されてたりするもんね。なんかこういう経緯でこうなったんだみたいなのがめっちゃ面白かったです。でなんか何回もなんか塗り替えられてみたいな。下にね、なんか全然別の隠れてたりする時あるもんね。なるさんはその時ちょっと印象に残った画家とかはいた？でもマジでめっちゃメジャーなもの見に行って、レオナルド・ダ・ヴィンチのなんか最後の晩餐とか修道院のね食堂にあるやつ、あれを見に行ったんですけど、すげえと思って。そうだよね。なんか一人一人のなんか気持ちみたいなのもなんかこうポージングでねポージングのすごいよね。もうなんかへえと思いながら。確かね最後の晩餐も最初白黒から描き始めてるんだよね。そうなんですね。そうダ・ヴィンチ先生。
一旦できました。お疲れ様。はい。じゃあドライヤーで、はい、わーっと乾かしてください。はい。じゃあ練り消しで鉛筆の線を消していっちゃいましょう。はい。あ、鼻書いてなかった。お、そうそうそう、消しながらね、ここ書いてなかったって見つけて付け足していけば大丈夫。じゃあ次は色を置いていこうかなと思うんだけれども、まずそうだね、主人公の色からちょっとそうです、考えてってみようかしら。はい。じゃあまず上から順番に帽子とか。帽子はどうする？青。青、OK。紫寄りの青と緑寄りの青があるけれども、どっちが好き？こっちです。OK。じゃあまずはその絵の具を結構水多めに溶いといて、ここら辺で。そう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 、ありがとう。で好きな筆使ってね、使いやすそうな筆。結構そのぐらいの薄さでいいかな。はい。でまずはそんなにこう丁寧に塗ること考えないで、とりあえずここはこの青ですってとこをミーって塗る感じで大丈夫。あ、そうそう、ちょうどいいちょうどいい、そんな感じ。ここら辺から緊張しますね。これ飛び出ないようにっていう、大丈夫大丈夫。はい。一旦。じゃあ次どこ塗りたい？次。ここもちょっと青にしようかなと思ってて。いいと思う。じゃあどんどん塗っていっちゃおう。
ゃあ服の全体は何色？どうしようかな。そうだね、今頭の中で明確にここの色って決まってるところから塗ってっちゃっても大丈夫。うん、確かに。だったらそう絶対にこの色って決めてるところ。靴も青にしようかなと思って。じゃあ靴。でもね、そう自分の好きな濃さで大丈夫。これリボンを白で後でなんかこう塗りたいってすると、そう上に一回ね塗っちゃって大丈夫。もうこれをそうある程度透けて見えるから。本当だ。はい、OK。じゃあ次、そうだな、洋服の色とかまだ決まってないようであれば、むしろフランスパンとかって色が決まってるから、そうですね、それを塗っていくんだが、フランスパンの色作らない、作らにゃならんということでこの表が出てくる。ヨハネス・イッテンっていうドイツの人が作った図で便利なんだけれども、まずこの表の中でフランスパンの大まかな色、どの色を作りたい？オレンジだからオレンジ寄りの赤と黄色を混ぜて、混ぜてオレンジを作っていく。で先にちょっとヒント言うと、赤の方がすごい強いから黄色多めの方がおすすめ。黄色多め。黄色多め。赤ちょりっと。いい感じ。こんぐらい。そう。はい。OK。そこに黒を混ぜてこっちに引っ張っていけばいいだけ。そう。で黒もちょっとずつ足していけば OK。いいかも。それちょっとずつ混ぜて。ちょっとずつ。でぐるぐるぐるって混ぜていくと大丈夫。今ちょっと不穏な空気流れてるけどそうなんだよ。なぜかそっち行くのよ。なんか緑っぽいんですけど。でこの時にこの表を見ると、本当はこっち行きたかったのに、こっち行っちゃったって話。ってことは今度は赤でこっちにグイグイ戻してってあげれば大丈夫。ここにある赤を。赤でまたこっちにグイ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 って引っ張ってくると戻ってきた。美味しそうなパンの色になってきた。よもぎパンみたいな。よもぎパンみたいな。そうだね。よかった。戻ってきた。本当だ。オッケー。来た。でパンの色 OK ってなったら、それをさっきと一緒で塗っていきましょう。はい。これなんか中の方はベージュっぽいくしたくて。大丈夫。さっきのねリボンの時と一緒で。じゃあもう上からやればいいのか。その通り。で薄すぎた。水気が多いから。大丈夫ですか？そう。で今なら拭いちゃえ。そうでガシガシ拭いちゃって大丈夫。本当だ、取れる。セーフ。危ねえ。オッケー。問題なし。いい感じ。美味しいパンの色だ。
はい。OK。次どこ塗りたい？例えばお花とかマグカップとかでももちろん大丈夫。そうです。じゃあ花にします。じゃあ花は黄色かな。いや、どうしよう。ピンクとか。ありだよね。じゃあピンクにします。OK。いい感じ。いい感じ。あ、めっちゃいい。あ、バッチリ？めっちゃ綺麗。よかったよかった。ここ全部黄色に塗りたくて。あ、いいじゃない。でここ塗らずでいこうかなとか思って。OK。黄色かっこいいな。そっか。じゃあもうその黄色決まってるんださ、そっち先に塗った方がいいかもしれない。確かに、デザインが見やすいかも。確かに確かに。でそこの黄色はもうしっかりがっつり塗っちゃっていいかもね。大丈夫そう。なんかもう真っ黄色がいい。真っ黄色がいいのね。ベシャっていうの条件。そう結構もう濃いめに塗ってっちゃう。あ、もう濃いめにいっちゃっていいですか？塗っていい。もうみずみずしい感じよりはもうもったりした感じの方がいい。もったりした感じ、その通り。そうさっきよりかはちょいと水少なめってね。そうもう慣れてきたと思う、水加減も。で多分ねもう慣れてきたから広いところこれでいっちゃう。確かに。ありがとうございます。お早っ。早いよね。そうで慣れちゃうと平筆で例えばここのエッジ使って細かいところ塗っちゃえばいいから。そう使いこなせちゃえばね結構楽。上塗らないがいいって言ってたじゃないですか。これはみ出しちゃった。大丈夫。後でね消す方法があるから。大丈夫。さすがです先生。とんでもない。心配なし。心配なし。ちょっと嫌だもんね。ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌だもんね。だからなんか枠をこう増やそうかなとか考えてて。そっかそっか。よかった。大丈夫。なんとかなるなんとかなる。はい、ということで今どんぐらい終わってんだろう。今どんぐらい終わってます？
どんぐらいだ。完成だとしたら、仕上げも含め半分はいってる。半分いきました。おお、ただいま折り返し地点だそうです。そうですね、僕はグッズとかも書いてるので、なんかちょっとね、こういう文字ずっとやりたかったから嬉しいですね。完成が楽しみ。頑張ります。一旦良さそうですね。 OK。 じゃあ、またドライヤーかけちゃいましょうか。はい。どーっと。ちょっと休憩しようかな。ちょっと休憩。ちょっと休憩しましょう。じゃあいきます。もうどんどん塗ってっちゃう。はい。こことここは黄色にします。OK。少し差別化した方が良いっていうのがあって、こういう時に対比っていう概念があって、今ちょうど塗ってる色を観察してみると、背景とサブの子たちが明るい色、ちょっと白っぽさがある色が、あるから、黄色に少し白を混ぜてあげると背景の色とさらに差別化取れるかなと思うから、よければ使ってみて。ちょっとですか、白。そう、ちょっと。そうすると白ちょっと入れるとパステルっぽい色になる。確かに。もうちょい白足した方がいいですね。もうあとはそう、好きなぐらい入れていいよ。そう、あとは自分の感覚信じて大丈夫。どんぐらいにしようかな。これにしよう。OK。気持ち。そう、気持ちちょっと違うから、そう。でもそこのね、確かに確かに。そう、ちょっとしたこだわりってね。こだわりですね。楽しいよね。マジ気持ちだな。そうだから塗ってみて、もうちょい白欲しければそう、足してみて。ちょい入れよう。OK。でも可愛い、確かに。ちょっと違う、いい感じですね。あとは、ここは、主人公を塗らずに、T シャツ白とか、この白。真っ白ね。やってみよう。どう思います？そうだな、白だね。ただここが派手な分、なんか、ここで抜き感作りたいなとか思って。OK。あとそういう時こそあれよ、グレー。もうあり。確かに。これのもうちょい白っぽいグレー作って。そう、グレーもね。確かにいいですね。いい感じ。ちょっと白すぎますかね。そうね。もうちょい気持ち。トーンダウン。そうで、あとね、グレーにちょっとだけ色入れるっていうのもありだし、そう塗ってみながら考えれば大丈夫。でもいい感じ？おや？いい感じじゃないですか。いいかも。じゃあそれドワーッと塗って。めっちゃいいわ。よかった。綺麗。ちょっとオフホワイト味がありますね。あるね。かわいい。そう
でアウトラインも後から描くから上塗っちゃって大丈夫。はい、重ね塗りできるのいいですね。うん。融通が効いて。結構心配なく描けるよね。うん。あ、めっちゃいいわ T シャツ。素敵。軽やかなグレー。はい。うん。どうする？このまんまズボンコーディネートしちゃう？そうですね。うん。ズボンなんかストライプ？チェック？なんだっけ？チェックとかにしようかなと思ってて。素敵ね。そうするとまあ2色は必要だよね。ベースとそのチェックの線。なんかもうベースこれで緑にしようかなと思って。いいかもね。その場合って、この動きがあるじゃないですか。こうどう塗ったらいいですか？オッケー。まあちょっとラフでごめんね。こう来てこうなっててでこうなってるよね。でこう来てこうなってこうなってる。でお洋服ってなった時にまず縦棒を体の動きに合わせちゃうといいよねっていう。でそうもう気づいたと思うけど、じゃあ横棒はこうやってでこっちはこうだよね。でここはこう来てこうこっちはもうずっとピッ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 こんな感じ。綺麗に弾けた。これかな。どう思います？いや、いいと思うよ。ちょうどいいと思う。それでそのまま塗ってっちゃおうかね。パンを。多分その筆でいけちゃうはず。良さそう。これも上行っちゃっていいですもんね。そうだね。大丈夫大丈夫。塗っちゃって。
あ、いい。よかったよかった。おお、いいじゃん。できたできた。美味しそうなフランスパン。美味しそうですね。うん。じゃあまた一回フランスパン乾かしてから、あと重ねたいところは青かしら。青ですね。順調。OK。よし。そしたらもう黒でアウトラインを取ってこう。はい。よし、ここまで来た。あとちょっと。ここが割と大事な気がする。そう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 、焦らず。でここにつくのがちょっと嫌だから、こう手の動きがこうなるようにイメージして、だから画面のこっちからこう押し上げていくと、そう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 。これ緊張する。その黒って結構濃いから、ちょっと水が足されても、そう薄くなることはないから、描きやすい練り具合にしちゃった方が良いかも。はい。うん、もうそうするとよりスラスラ描けちゃう。上手上手。よし、ラストの文字だ。これ赤で。真っ赤でいこうか。真っ赤でいきます。いこう。これでいいですよね。いいと思う。この本当にブライトレッドな感じで。この文字が重要なんですよね。そうそうそう。垂れないようにだけ気をつけて。慎重に。ビシッと書いちゃって。緊張するこれ。カーブとか気をつけないと。そうそうそう。でも全部つなげようと思わない方が確かに。まあ、かすれたらそれはそれで味ですね。そうそう。あ、絶対可愛いわ。大成功。絶対可愛いです。そう、ナイス。
ナイスだけに。ナイスなだけに C の書き方まさにそういうところでね切っちゃえばいいからね。最後ピーってやっていいですか？いいと思うよ。可愛いよねそれ。緊張するな。大丈夫。かすれちゃう。そう水を慌てず足して。オッケー。やったじゃん。いやめっちゃいいっすね。すごい。いやありがとうございました。ありがとうございました。